233.3万枚、309の 500？ さっきの大和市が25平方メートルだったよね。こんにちは、〇〇のエキスポラボです。このチャンネルでは2027年横浜花博を中心に情報発信しているわ。最新情報は主に X やノートで発信しているよ。フォローもお願いします。233.3万枚、390件、そして約500平方メートル。ミケ、これ全部横浜花博の最新の数字なんだよね。僕が前に覚えてた花博ともう別物じゃない？別物とまでは言わないけど、同じ地図に線がどんどん書き足された感じ。実はね、動いた数字も姿が見えてきた庭もこの夏で一気に増えたの。じゃあ僕の頭の中の花博結構古いままなってた？多分ね。だから今日は2026年8月9日までに公開資料で確認できた変化を大きい順に10件だけ持ち帰ってね。10件、それなら覚えられる。それとね、一番読み間違いやすい資料が最後の1位に出てくるの。書いてあるとその通りに完成するは実は同じじゃないのよね。そこは終盤で。ミケ、はじめに一つ確認。このトップ10って公式が順位をつけたの？〇〇のエクスポラボの編集上の順番なの。出展者さんの優劣じゃなくて変化の大きさで並べた順番って思ってね。よし、聞いてる人にもお願い。10件のうちこれ気になるって思った番号コメントで教えてほしいな。最後に僕が拾うから。投票じゃないから気楽にどうぞ。さあ、10位からいこうか。待ってました。第10位。第10位は花緑出店、390件。2026年7月1日の公式リストで総数390件。そのうち名前まで載っているのが387件なの。390と387って違うんだ。そこは分けて覚えてね。390件全部の名前が出ているわけじゃないの。でも正直390って言われてもピンとこないかも。それがね、来場者には大事な数字なの。花と緑だけで390件なら気になるブースを1件ずつ全部回る計画は多分現実的じゃないってことだから。つまり最初から選ぶ前提でいけってことか。390件は多いなじゃなくて選ぼうの合図。よーし、第9位は？第9位は公式サイトのランエンジョイページでテーマが23件公開されたこと。それと8月2日に3カ国3件追加。数は地味だけど意味は大きいのよね。今までは誰が出るかの一覧だったのが何をやるかの中身が出始めたの。名簿がパンフレットに進化した感じ？いい例え。例えばあるテーマ文にはもうこう書いてあるの。1913年に横浜で創業した企業が種の不思議や面白さをお伝えしますって。そこまで具体的なんだ。名前だけじゃなくもう何が見られるかが見え始めてる。そういうこと。ただ追加された3カ国3件については今日の資料ではまだ確認できていないの。国名は言わないでおくね。わかった、そこはグレー。テーマは見え始めたけど3カ国はまだこれからってことだね。そう、行くに3ヶ月前にもう一度覗いてみてね。多分また増えてるから。楽しみが増えるやつだ。さあ、第8位、数字がすごいって聞いたよ。第8位、チケット販売枚数 46.2 万枚から 233.3 万枚。6月18日の時点で 46.2 万枚。それが7月18日時点で 218.0 万枚。そして8月18日時点で 233.3 万枚と8月21日に発表されたばかりなの。この動画の基準日って8月9日だよね。収録の後に出た数字だ。そうだからチケットだけは一番新しい発表に差し替えてあるわ。他の9件は8月9日時点のままよ。律儀で1ヶ月でどれくらい増えたの？そこが今日一番面白いところ。6月から7月はプラス 171.8 万枚。でも7月から8月はプラス 15.3 万枚なの。伸びがガクッと落ちてる？内訳を見ると
早割1日券が232万2656万枚で大半。目標1000万枚に対して到達率は 23.3% よ。4分の1近くまで来たけど、勢いは前ほどじゃないのか。断定はできないけどね。ただ覚えるときは 233.3 万枚、8月18日時点、8月21日発表までワンセットにしてね。数字は日付とセット。ミケ、そろそろ庭の中身が見たいな。ふふん、いい流れ。ここから先は目に見える話が続くよ。第7位は大阪府大阪市堺市の共同出店。庭の名前が命の輝き、水と緑がつなぐ大阪の庭。広さは約200平方メートル。デザインはもう決定して公表されているの。へえ、その中に何があるの？物語が3つ入っているの。入り口が水の庭、堀のような水盤に石垣、噴水、イチョウ、都市のにぎわいと活気を表すゾーンね。いきなり水の音がしそう。それだけで足が止まりそう。しかもこの庭、コンセプトが人間臭いの。訪問者が来てよかった、明日も頑張ろうって感じられる空間にしたいって書いてあるの。それすごくない？花を見せますじゃなくて、気持ちを持って帰ってもらいますって宣言してるってこと？多様な幸せ、ウェルビーイングを体験できる庭という言い方をしているわ。水の庭の次は？時をたどる道。茶筅をモチーフにした竹のオブジェと古墳をイメージした植栽で、大阪・堺の歴史から今へ続く時間の深みを表すの。茶筅と古墳？完全に堺だ。竹のオブジェ、多分写真映えするやつだよね。見上げると面白そうよね。そして最後が未来のゲート。ソサエティ 5.0、 技術を使いながらあくまで人が中心の社会という未来像を示すもんなの。水、歴史、未来。あ、待って、これ順番に歩くと時間旅行になってない？そこがこの庭の楽しいところ。花の名前を知らなくても歩くだけで意味が変わっていくの。来場者に嬉しいのはそこか。綺麗だったねで終わらないで、あの順番意味あったんだってなる。よーし、水、歴史、未来だけ覚えていく。次の6円も庭なの？庭もあるの。ただね、それが1箇所じゃないのよね。第6位は酒田の種。ミケ、これ地元の会社だよね。そう、1913年に横浜で創業した会社。110年以上世界中の人と植物をつないできた企業なの。横浜で生まれた会社が横浜の花博に出る。なんかいいね。メッセージも気持ちいいの。世界を動かす種をまこう。かっこいい。で、どこに出るの？そこが今回一番の注意点。出店が大きく4つに分かれてるの。1つ目がファーム&フードビレッジの中の特設館。テーマは旅する種と私で、種の不思議や面白さを紹介するの。種が旅する。確かに種って世界中を旅してきたもんね。2つ目が国際出店ゾーンの庭園展示。テーマは百花採卵。青系の花壇と季節の花とポタジェ、野菜と花を一緒に植える菜園ね。花壇に野菜、見た目も美味しそうな庭だ。3つ目がアーバン GX ビレッジの庭園展示。酒田の種グリーンサービスさんの名義で、テーマは自然と溶け合う理想の暮らし。街の暮らしの方か。で、4つ目は屋内出店施設での短期間の展示。5月は幸せの丘ファームテーブル、7月は花と夢のなる木花の咲く小道。それぞれ9日間の展示予定なの。9日間？短い。ここは予定って語尾も落としちゃダメなやつだ。そうそう。ちなみに7月の見頃はトルコギキョウとひまわりのヴィンセント。ヴィンセントってあの画家と同じ名前だ。夏に行く人には嬉しい情報だね。正直僕、酒田の種のブースって一つ探せばいいと思ってた。そこが今日の持ち帰り。一つの出店者を1箇所だけ探さない。場所と期間は別々にメモしてみてね。会場マップに同じ名前が何回も出てくる前提で見るんだね。ミケ、ここまででだいぶ花博の解像度が上がった気がする。いいね。ここまでは全体がどう動いたかの話で、ここから先はね、行く日を決めたくなるやつだよ。そんなに？残るのは5位から1位。子供が主役の農園、世界初の青い花、花でできた満員のスタジアム、
平和の庭、そして約500平方メートルの計画。絵が浮かぶものばかりなの。待って、青い花って何？順番にね、一つだけ先に言うと、この中には会期中ずっとは見られないものが混ざってるの。それ一番大事なやつじゃん。だから日付が出てきたらメモの準備をしておいてね。さあ、第5位。ドゥルルルルル第5位。第5位はアースセーバーファーム。クラスアースさんとプランティオさんの共同出展だね。テーマがね、 IoT テクノロジー×食の教育でネイチャーポジティブへ。子どもたちが主役となって社会課題の解決に挑む実践プロジェクト。ネイチャーポジティブって自然を減らさずに増やす方向へ持っていく話だよね。ざっくりその方向ね。注目は子どもたちが主役というところ。見せる展示じゃなくて作るところから子どもが入っているの。例えば放置された竹林の竹を子どもたちと一緒に切ってそれで噂を立てるの。資料では秘密基地って呼ばれてる。秘密基地ずるい、僕も入りたい。外壁では日本ぶどうを育てて博覧会が終わった後に収穫してワインにする構想まであるのよね。終わった後の話まで展示って片付けて終わりだと思ってた。そこが面白いところ。ちなみにここは構想という言葉のまま受け取ってね。プランターでは絶滅危惧菜、消えかけている在来の野菜を育てて守る取り組みをするの。絶滅危惧種じゃなくて絶滅危惧の野菜？そんなジャンルがあるんだ。ちなみにこのクラスアースさん、大阪・関西万博では絶滅危惧茶というお茶を出していたの。釜入り番茶、バタバタ茶、石槌黒茶。作り手が減って消えかけている伝統のお茶3種なの。お茶の次は野菜か。消えかけているものを飲んで育てて残すって流れなんだね。それとね、栽培の記録がデジタルなの。グローというデジタル栽培ガイドとグローコネクトというセンサーで土の温度や水分、気温、湿度、日照、カメラのデータまで記録するの。畑にセンサー、子供が数字を見ながら野菜を育てるんだ。楽しそう。2026年7月の続報ではブースのパースと子供アテンダント用ユニフォームも初公開。オーガニックコットン 100% のポロシャツなの。アテンダント？子供が案内する側なんだ。パースでは縁側をモチーフにしたコミュニティファームの構想が示されていて、屋根は子供たちと一緒に作り上げる設計なんだって。縁側か、絶対座っちゃうやつだ。家族連れには相性抜群。ただ当日どこまで体験できるかは要確認。行く前に最新の案内を見てみてね。さあ第4位、ミケ、さっき言ってた青い花？そう、石原産業さんのブルージン、世界初の青い胡蝶蘭なの。世界初？あれでも青い花ってお店でも見かける気がする。染めたものだったり別の種類だったりね。天然には存在しなかった青い胡蝶蘭を先端のバイオテクノロジーで実現したのがこの品種。しかも15年以上かかっているの。15年？一つの花の色のために15年？花言葉もね、奇跡の巡り合い。うわー、名前まで完璧じゃん。2022年度のフラワーオブザイヤーも受賞しているの。会場では開発の経緯や技術的な挑戦の紹介、関連商品の販売も予定されているわ。出るの？お土産決まりかも。ただねポチ、ここからが大事なところ。何その間。この展示会期間中ずっとやっているわけじゃないの。屋内出展施設で2027年3月27日から4月2日まで、それと7月17日から7月25日まで。それだけ？合わせると春が7日間、夏が9日間で合計16日間。16日間？半年以上ある会期のうちたったの16日？だからこれを目当てにするなら行く日を先に抑えてね。逆に言うとその16日間に行ける人はかなり特別な体験ができるの。待って、これ来場者には一番必要的な情報じゃない？見たいと行ける日がずれてたら悲しいもん。そう、今日の実験でこれだけはカレンダーに書いてね。
3月27日から4月2日、そして7月17日から7月25日。春と夏チャンスは2回。よし書いた。展示の内容に予定の表現もあるから直前にもう一度確認してね。第3位、これ僕資料を見て笑っちゃった。神奈川県の大和市、作品のテーマがステップバイステップ未来へのホームラン。ホームラン。花博で大和市にはドカベンスタジアムの愛称を持つ大和スタジアムという野球場があるの。それを園芸作品にするのよね。野球場を花で作る。どういうこと？観客席の部分をビオラなど色鮮やかな花で彩って満員の熱気あふれる様子を表現するの。花が観客。うわー、今絵が浮かんだ。満員のスタンドが全部お花なんだ。しかもスタジアム本体は市内の上和田野町の森で伐採した木を再利用して再現するの。地元の木で地元の球場を地元の花で満員にする。なんかジーンとしてきた。広さは25平方メートル。大きくはないけど密度がすごいわよね。ミケ、ドカベンってことはもしかして大和スタジアムに設置されている山田太郎と里中悟のブロンズ像、これを会場へ一時的に移してオブジェとして配置する予定なの。本物の像が来るの？ちょっと待って、それは反則級の演出じゃない？そう、そこは予定のまま言うね。スコアボードにも山田太郎の対戦試合の選手名とスコアを表記する予定と公表されているわ。スコアボードまで？野球好きは絶対立ち止まるやつじゃん。それとね、大和東高校の生徒さんがテーマ決めから種まき、育成までボランティアとして参画しているの。高校生が育てた花で満員のスタジアム。それを知ってから見たら全然違う見え方になるよ。来場者の嬉しさは多分そこ。25平方メートルの小さな区画に地元の木と花と高校生と漫画の記憶が全部入ってるの。写真も撮りやすそう。メモには花で満員って書いておく。そして第2位、ミケ、ここはちょっと空気が変わるね。広島市の出店庭園、ピースイコールグリーン、緑は平和の象徴だ。名前だけでも伝わってくる。1945年8月6日、人類史上初めて原子爆弾が投下されて多くの命が失われた。その焦土の中から燃え出た緑が市民に生きる勇気と希望を与えた。その出来事を踏まえた庭なの。緑が生きる勇気に。だから広島市は緑は生命そのものであり平和の象徴だと表現しているの。それを庭でどうやって表すの？庭の中央部が光の空間。光が降り注ぐその真ん中に被爆青桐2世を実物で展示するの。被爆青桐の2世。この木の次の世代ってこと？そう、瓦礫の中から芽吹いた緑を実物で見せる。被爆の実相に触れ広島の心が感じられる場と説明されているわ。庭の外側はどうなってるの？外周部は光の空間を包む樹林。花と緑にあふれ居心地の良さと華やかさに満ちた空間を作るの。広島のおもてなしの心が感じられる場という位置づけね。中心が静かで外側が暖かいんだ。臨床、木の足元は白い花系で揃えたホワイトガーデン。そこから定期的にミストを吹き出す設計なんだって。白い花の足元から霧？それ幻想的すぎない？そして語らいのベンチ。緑蔭とミストの中で被爆青桐に生を眺めながら平和の大切さを考えて語らう場にするの。見るじゃなくて語らうって書いてあるのがいいね。座っていい庭なんだ。場所は東側の自治体エリア。緑蔭とミストがあるから暑い季節に行く人にも嬉しいはずよ。僕ここは静かに歩きたいな。そういう庭だと思う。さあ残るは第1位。第1位は川崎市。数字を聞いてびっくりしたやつ。出店面積が約500平方メートル。そのうち約100平方メートルは屋内展示施設の建設を予定しているの。 500？ さっきの大和市が25平方メートルだったよね。桁が違う。出店の形が違うから単純には比べないけど規模はかなり大きいわね。
資料ではガーデンの立地は国際ゾーンとキッズビレッジの2エリアに近接と書かれているの。キッズビレッジの近く、家族連れの動線に入りそうだね。内容も川崎らしいの。技術革新を積み重ねてきた川崎臨海部を起点に、人と産業と自然が高度に調和する未来の姿を可視化して世界へ発信するという出展目的なの。工場の街から急に自然と共生に飛躍してない？どんな庭になるのか逆に気になってきた。コンセプトは完全 CE、CN 型社会の実現。CE は資源をぐるぐる循環させる考え方。CN は温室効果ガスの排出と吸収を差し引きで釣り合わせる考え方ね。用語が急に強くなった。でもそれを庭でどう見せるんだろう。楽しみ。さてポチ、ここで冒頭の宿題を回収するね。書いてあることとその通りに完成することは同じじゃないってやつ。そう、今話した約500平方メートル、どこから出てきたと思う？公式の発表じゃないの？ちゃんとした資料なんでしょ？川崎市が公開している公募型プロポーザルの仕様書なの。受託者も決まっていて、株式会社日展東京支店令和8年4月2日決定とか確認できるわ。ただここが今日一番のポイントでもあって、仕様書はこれから作る仕事の条件と要求と予定を書いた資料なの。完成した展示のガイドブックじゃないのよね。それ設計図のふりした発注書じゃん。近いわね。業務内容にも造成、雨水排水、給水、電気、植栽、園路、広場、仮設の建築施設、展示物の製作、設置、維持管理まで並ぶけど、それは求める仕事の範囲、全部見られると約束したものじゃないの。耳が痛い。僕、資料に数字が書いてあるとつい完成予告だと思っちゃってた。スケジュールもあるわ。令和8年度に準備と調整、後半から令和9年3月頃に現地制作と完成、その後は配置管理、令和9年9月以降に撤去や移設と。随分細かい。でもこれも計画として読むんだね。そう、コツはね、語尾を見ること。予定、要求、業務内容、この3つが出てきたらそれは計画段階の言葉なの。じゃあ確認できた事実とまだ確定してない数字はどう分けるの？協会の公式一覧に載っていること、市が使用書を公開していること、受託者が決まっていること、この3つはネイビー、確認できた事実。約500平方メートルや屋内の約100平方メートルはゴールド。今後変わりうる点ね。最終的な完成形は今日の資料だけでは追えないからグレー、要確認。これ川崎市の話だけじゃないよね。今日の他の9件も同じ目で見ればいいんだ。そういうこと。数字を疑うんじゃなくて、その数字がどの段階の資料から来たのかを見る。それだけでいいの。よし、腹落ちした。次からは資料を見る目が変わりそう。いいけ、最後に3つだけ持って帰るなら。今日のエキスポメモ、ポイントは3つ。1つ目、数字は日付とセットで覚える。花緑出店390件、実名387件、テーマ23件公開と参加国3件追加。チケットは 233.3 万枚で8月18日時点、8月21日発表。僕いつも日付を忘れて数字だけ覚えちゃうやつだ。次は気をつける。2つ目、展示は名前から体験へ進んでいる。ただし期間が限られたものと複数の場所に分かれたものがあるの。場所と日付は分けてメモ。ブルージーンの16日間と坂田の種の4展開。3つ目、公開資料は全部同じ角度じゃない。公表済みの内容、予定や構想、仕様書の要求、この3つを混ぜないこと。書いてあると完成するは同じじゃない。追加のコツを1つ。資料を保存するときは URL だけじゃなく、出したのは誰か、文書名、日付、ページ、そして予定みたいな語尾まで残してね。半年後の自分へのプレゼントだ。そうだ、コメント。最初にお願いした気になった番号、もう決まった人いる？家族で行くなら5位のアースセーバーファーム、写真なら4位のブルージーン、地元の物語なら3位の大和市、静かに過ごしたいなら2位の広島市かしらね。僕は3位、花で満員のスタジアム。
絶対に見たい。私は2位かな。ミストのベンチでちょっと座っていたいの。今日の10件を数字公表済みの展示計画資料の3つに分けて見返したい人は概要欄の徹底攻略ノートへどうぞ。基準日も確定度も出典もまとめて反映していくよ。今日の内容は2016年8月9日までに公開資料で確認できたもの。チケットの枚数だけは8月21日の発表を反映しているわ。行く前には公式と各発行元の最新資料をもう一度見てみてね。そして次回は目的別攻略。家族、写真、庭園、物語、あなたの目的で390件を並び替えるよ。今日の10件がどのタイプの人に向くのかもそこで話すわね。気になる。じゃあまた次回。本日の詳細はノートの記事にまとめてるわ。高評価、チャンネル登録、ハイプもよろしくお願いします。ノート、X、スレッズ、インスタグラムもフォローよろしく。画面の QR コードからどうぞ。みんなご一緒に地球と先に行こう。横浜グリーンエキスポ盛り上げていきましょう。またねー。